皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。今回の物語は、宮沢賢治の作品、水仙月の4日です。水仙月は宮沢賢治が作った言葉。水仙の花が咲く時期、つまり季節が冬から春に変わる時期のことです。一人の子供がおやつのことを考えながら家へ帰る道を急いでいました。そこに大雪を降らせる雪番号がやってきます。雪わらしたちは雪番号の命令で雪を降らせて子供を雪に埋めてしまいます。さて、子供はどうなるのでしょうか。どうぞ最後までお聞きください。水仙月の4日。宮沢賢治。雪番号は遠くへ出かけていました。猫のような耳を持ち、ぼやぼやした灰色の髪をした雪番号は、西の山脈の縮れたギラギラの雲を越えて、遠くへ出かけていたのです。一人の子供が赤い毛布にくるまって、しきりにカリメラのことを考えながら、大きな象の頭の形をした雪の丘の裾をせかせかと家の方へ急いでいました。空、新聞紙を尖った形に巻いて、ふうふうと吹くと、炭からまるで青火が燃える。僕はカリメラ鍋に赤砂糖を一つまみ入れて、それからザラメを一つまみ入れる。水を足して、あとはくつくつくつと煮るんだ。本当にもう一生懸命、子供はカリメラのことを考えながら、うちの方へ急いでいました。お日さまは空のずっと遠くの透き通った冷たいところで、まばゆい白い火をどしどし焚いています。その光はまっすぐに四方に発射し、下の方に落ちてきては、ひっそりした
大地の雪を一面まばゆい石化石膏の板にしました。二匹の雪おいのがベロベロ真っ赤な舌を出しながら、象の頭の形をした雪の丘の上の方を歩いていました。こいつらは人の目には見えないのですが、一旦風に狂い始めると、大地の外れの雪の上からすぐぼやぼやの雪雲を踏んで空を駆け回ったりするのです。シュ、あんまり言ってはいけないったら。雪おいのの後ろから白熊の毛皮の三角帽子を阿弥陀にかぶり、顔をリンゴのように輝かせながら、雪わらしがゆっくり歩いてきました。雪おいのどもは頭を振ってくるりと回り、また真っ赤な舌を出して走りました。カシオピア、もう水仙が咲き始めるぞ。お前のガラスの水車、キッキッと回せ。雪わらしは真っ青な空を見上げて、見えない星に叫びました。その空からは青光が波になってワクワクと降り、雪おいのどもはずっと遠くで炎のように赤い舌をベロベロ出しています。シュッ、戻れったら、シュッ。雪わらしが跳ね上がるようにして叱りました。すると、今まで雪にくっきり落ちていた雪わらしの影帽子は、ギラッと白い光に変わり、おいのたちは耳を立てて一目散に戻ってきました。アンドロメダ、あぜみの花がもう咲くぞ。お前のランプのアルコホル、シューシュと吹かせ。雪わらしは風のように象の形の丘に登りました。雪には風で貝殻のような形ができ、その頂上には一本の大きな栗の木が美しい金色の宿り木の鞠をつけて立っていました。取っといで。雪わらしが丘を登りながら言いますと、一匹の雪おいのは、主人の小さな歯がちらっと光るのを見るや否や、ゴムまりのようにいきなり木に跳ね上がって、その赤い実のついた小さな枝をガチガチかじりました。木の上でしきりに首を曲げている雪おいのの影帽子は、大きく長く丘の雪に落ち、枝はとうとう青い皮と黄色の芯とをちぎられて、今登ってきたばかりの雪わらしの足元に落ちました。
ありがとう。雪わらしはそれを拾いながら、白と藍色の野原に立っている美しい町をはるかに眺めました。川がキラキラ光って、駅からは白い煙も上がっていました。雪わらしは視線を丘のふもとに落としました。その山裾の細い雪道を、さっきの赤い毛布を着た子供が一心に山の内の方へ急いでいるのでした。あいつは昨日木炭のそりを押していった。砂糖を買って自分だけ帰ってきたな。雪わらしは笑いながら手に持っていた宿り木の枝をぷいっと子供に投げつけました。枝はまるで弾丸のようにまっすぐに飛んでいって、確かに子供の目の前に落ちました。子供はびっくりして枝を拾ってキョロキョロあちこちを見回しています。雪わらしは笑って皮の鞭を一つヒューッと鳴らしました。すると雲もなく磨き上げられたような群青の空から真っ白な雪がサギの羽のように一面に落ちてきました。それは下の平原の雪やビール色の日光、茶色のヒノキで出来上がった静かなきれいな日曜日を一層美しくしたのです。子供は宿り木の枝を持って一生懸命に歩き出しました。けれどもその立派な雪が落ちきってしまった頃から、お日様はなんだか空の遠くの方へお移りになって、そこの宿屋であのまばゆい白い火を新しく焚いているようでした。そして西北の方からは少し風が吹いてきました。もうよほど空も冷たくなってきたのです。東の遠くの海の方では、空の仕掛けを外したような小さなカタッという音が聞こえ、いつの間にか真っ白な鏡に変わってしまったお日様の面を、何か小さなものがどんどん横切っていくようです。雪わらしは皮鞭を脇の下に挟み、固く腕を組み、唇を結んで、その風の吹いてくる方をじっと見ていました。おいのどももまっすぐに首を伸ばして、しきりにそっちを眺めました。風はだんだん強くなり、足元の雪はさら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 後ろへ流れ、まもなく向こうの山脈の頂上にパッと白い
煙のようなものが立ったと思うと、もう西の方はすっかり灰色に暗くなりました。雪わらしの目は鋭く燃えるように光りました。空はすっかり白くなり、風はまるで引き裂くようで、早くも乾いた細かい雪がやってきました。そのあたりはまるで灰色の雪でいっぱいです。雪だか雲だかもわからないのです。丘の稜線はもうあっちもこっちもみんな一度にきしむように切るようになりだしました。地平線も町もみんな暗い煙の向こうになってしまい、雪わらしの白い影ばかりぼんやりまっすぐに立っています。その咲くような吠えるような風の音の中から、ヒュー、何をぐずぐずしているの？さあ、降らせるんだよ。降らすんだよ。ヒューヒューヒュー、ヒューヒュー。降らすんだよ、飛ばすんだよ。何をぐずぐずしているの？こんなに忙しいのにさ。ヒューヒュー。向こうからさえわざと3人連れてきたじゃないか。さあ降らせるんだよ。ヒュー。怪しい声が聞こえてきました。雪わらしはまるで電気にかかったように飛び立ちました。雪番号がやってきたのです。パチッ。雪わらしの皮鞭が鳴りました。おいのどもはいっぺんに跳ね上がりました。雪わらしは顔色も青ざめ、唇も結ばれ、帽子も飛んでしまいました。ヒューヒュー。さあ、しっかりやるんだよ。怠けちゃいけないよ。ヒューヒュー。さあ、しっかりやっておくれ。今日はこのあたりは水仙月の4日だよ。さあ、しっかりさ。ヒュー。雪番号のぼやぼや冷たい白髪は、雪と風との中で渦になりました。どんどんかける黒雲の間から、その尖った耳とギラギラ光る金の目も見えます。西の方の野原から連れてこられた3人の雪わらしも、みんな顔色に血の気がなく、きちっと唇を噛んで、お互い挨拶さえも交わさずに、もう続けざまにせわしく皮鞭を鳴らし、行ったり来たりしました。もうどこが丘か、雪煙か、空かさえもわからなかったのです。聞こえるものは雪番号のあちこち行ったり来たりして叫ぶ声、お互いの皮鞭の音、それから今は雪の中を駆け歩く
9匹の雪追いのどもの息の音ばかり。その中から雪わらしはふと風に消されて泣いているさっきの子供の声を聞きました。雪わらしの瞳はちょっとおかしく燃えました。しばらく立ち止まって考えていましたが、いきなり激しく鞭を振ってそっちへ走ったのです。けれどもそれは方角が違っていたらしく、雪わらしはずっと南の方の黒い松山にぶつかりました。雪わらしは皮鞭を脇に挟んで耳をすましました。ヒューヒュー、怠けちゃ承知しないよ。降らすんだよ、降らすんだよ。さあ、ヒュー。今日は水仙月の4日だよ。ヒューヒュー、ヒュー、ヒューヒュー。そんな激しい風や雪の声の間から、透き通るような鳴き声がちらっとまた聞こえてきました。雪わらしはまっすぐにそっちへかけていきました。雪番号の振り乱した髪がその顔に気味悪く触りました。峠の雪の中に赤い毛布をかぶったさっきの子供が風に囲まれてもう足が雪から抜けなくなってよろよろ倒れ、雪に手をついて起き上がろうとして泣いていたのです。毛布をかぶってうつ伏せになっていなさい。毛布をかぶってうつ伏せになっていなさい。ヒュー。雪わらしは走りながら叫びました。けれどもそれは子供にはただ風の声に聞こえ、その形は目に見えなかったのです。うつ伏せに倒れていなさい。ヒュー。動いちゃいけない。もうじき止むから。毛布をかぶってうつ伏せになっていなさい。雪わらしは駆け戻りながらまた叫びました。子供はやっぱり起き上がろうとしてもがいていました。倒れていなさい。ヒュー。黙ってうつ伏せに倒れていなさい。今日はそんなに寒くないんだから凍えやしない。雪わらしはもう一度走り抜けながら叫びました。子供は口をビクビク曲げて泣きながらまた起き上がろうとしました。倒れているんだよ。ダメだね。雪わらしは向こうからわざとひどく突き当たって子供を倒しました。ヒュー、もっとしっかりやっておくれ。怠けちゃいけない。さあ、ヒュー。雪番号がやってきました。その裂けたように紫色をした口も、尖った歯もぼんやり見えました。おや、おかしな子がいるね。そうそう、
こっちへ取ってしまいなさい。水仙月の4日だもの、1人や2人取ったっていいんだよ。ええ、そうです。さあ、死んでしまえ。雪わらしはわざとひどくぶつかりながら、またそっと言いました。倒れているんだよ。動いちゃいけない。動いちゃいけないったら。おいのたちが気違いのように駆けめぐり、黒い足は雪雲の間からちらちらしました。そうそう、それでいいよ。さあ、降らせておくれ。怠けちゃ承知しないよ。ヒューヒュー、ヒュー、ヒュー。雪番号はまた向こうへ飛んでいきました。子供はまた起き上がろうとしました。雪わらしは笑いながらもう一度ひどく突き当たりました。もうその頃はぼんやり暗くなって、まだ3時にもならないのに、日が暮れるように思われたのです。子供は力が尽きて、もう起き上がろうとしませんでした。雪わらしは笑いながら手を伸ばして、その赤い毛布を上からすっかりかけてやりました。そうして眠っていなさい。布団をたくさんかけてあげるから。そうすれば凍えないんだよ。明日の朝までカリメラの夢を見ておいで。雪わらしは同じところを何回も走って、雪をたくさん子供の上にかぶせました。まもなく赤い毛布も見えなくなり、あたりとの雪の高さも同じになってしまいました。あの子供は僕のあげた宿り木を持っていた。雪わらしはつぶやいて、ちょっと泣くようにしました。さあ、しっかり。今日は夜の2時まで休みなしだよ。ここらは水仙月の4日なんだから、休んじゃいけない。さあ、降らせておくれ。ヒュー、ヒューヒュー、ヒュヒュー。雪番号はまた遠くの風の中で叫びました。そして風と雪とボサボサの灰のような雲の中で本当に日は暮れ、雪は夜中降って降って降ったのです。やっと夜明けに近い頃、雪番号はもう一度南から北へまっすぐにかけながら言いました。さあ、もうそろそろ休んでいいよ。あたしはこれからまた海の方へ行くからね。誰もついてこないでいいよ。ゆっくり休んでこの次の支度をしておいておくれ。ああ、まあいい塩梅だった。水仙月の4日がうまく済んで。その目は闇の中でおかしく青く光り、バサバサの髪を渦巻かせ、
口をビクビクしながら東の方へかけていきました。野原も丘もほっとしたようになって、雪は青白く光りました。空もいつの間にかすっかり晴れて、桔梗色の空には一面に星座が瞬きました。雪わらしたちはそれぞれ自分のお犬を連れて、初めてお互いに挨拶をしました。ずいぶんひどかったね。ああ。今度はいつ会うだろう。いつだろうね。しかし、今年中にもう2回ぐらいのものだろう。早く一緒に北へ帰りたいね。ああ。さっき子供が一人死んだな。大丈夫だよ。眠ってるんだ。明日、あそこへ僕が印をつけておくから。ああ、もう帰ろう。夜明けまでに向こうへ行かなくちゃ。まあ、いいだろう。僕ね、どうしてもわからない。あいつはカシオペアの三つ星だろう？みんな青い火なんだろう？それなのに、どうして火がよく燃えると雪を降らせるんだろう。それはね、綿菓子と同じだよ。ほら、ぐるぐるぐると回っているだろう。ザラメがみんなふわふわのお菓子になるね。だから火がよく燃えればいいんだよ。ああ。じゃ、さよなら。さよなら。3人の雪わらしは9匹の雪お犬を連れて西の方へ帰って行きました。まもなく東の空が黄色のバラのように光り、琥珀色に輝き、金色に燃え始めました。丘も野原も新しい雪でいっぱいです。雪追いのどもは疲れてぐったり座っています。雪わらしも雪に座って笑いました。その方はリンゴのよう、その息は百合のように香りました。ギラギラのお日さまがおのぼりになりました。今朝は青みがかって一層立派です。日光は桃色にたくさん流れました。雪追いのは起き上がって大きく口を開け、その口からは青い炎がゆらゆらと燃えました。さあ、お前たちは僕についておいで。夜が明けたからあの子供を起こさなければいけない。雪わらしは走ってあの昨日の子供が埋まっているところへ行きました。さあ、このあたりの雪を散らしておくれ。雪追いのどもはたちまち後ろ足でそこらの雪を蹴り立てました。
風がそれを煙のように飛ばしました。漢字旗を履き、毛皮を着た人が村の方から急いでやってきました。雪わらしは子供の赤い毛布の端がちらっと雪から出たのを見て、もういいよ、と叫びました。お父さんが来たよ。もう目をお覚まし。雪わらしは後ろの丘に駆け上がって、一本の雪煙を立てながら叫びました。子供はちょっと動いたようでした。そして毛皮の人は一生懸命走ってきました。いかがでしたか？宮沢賢治の故郷、岩手県は日本の北の方にあります。3月はまだ寒く、雪が降ることも珍しくありません。一方で春に近づき、3月の下旬には水仙の花が咲きます。水仙が咲く前に大雪を降らせに来るのが、賢治が描いた雪番号なんですね。岩手県では先月2月27日に大雪が降りました。ニュースを見ながら、ああ、雪番号が来たんだ、と思いましたよ。この雪番号は列車を止めたり、車を雪で動けなくしたりして帰っていきました。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。